こんにちは、笠原です。今日はブレンダーのおすすめ有料アドオン10選ということで、自分が今まで使用してきて、これ本当に便利だなとか、これ面白いなと思ったアドオンを全部で10個紹介していこうと思います。以前におすすめの無料のアドオンも紹介してるんですが、もちろん無料でも便利なアドオンってたくさんあるんですが、有料になってくるとよりできることも多かったり、実用的なものが多かったりするんですよね。今回は紹介する有料アドオンでどういったことができるのかと、あと簡単に使い方も解説していこうと思います。では早速いってみましょう。それではブレンダーのおすすめの有料アドオン10選やっていこうと思います。今回はこのブレンダーマーケットというサイトのものを使っていきます。このサイトはブレンダーのアドオンだったり、あと 3D モデルとかテクスチャなどを購入できるサイトになります。有料だったり、あと無料のものもあったりするので、よかったらチェックしてみてください。結構眺めているだけでも楽しかったりします。では一つ目に紹介するのはこれですね。こういった環境を作ってくれる有料のアドオンになります。はい、こういった感じで太陽の自然な挙動だったり、作品の雰囲気に合わせた空の感じを表現できます。夜空なんかも作れるみたいですね。はい、こういった建築系の照明にも使えたり、こういった SF チックな作品にも使われてるみたいですね。使い方も結構簡単なので解説していきますね。はい、アドオンを購入するとこういった画面になるので、この最新のバージョンをダウンロードします。ではこれはブレンダーが立ち上がった画面ですね。まずはアドオンをインストールしていきます。画面左上の編集からプリファレンスでアドオンの項目の右上からインストールのボタンをクリックします。はい、ありましたね。今ダウンロードしたアドオンです。この ZIP ファイルを選択して、右下のアドオンインストールのボタンをクリックします。はい、そうすると無事にインストールできたので、このチェックマークをつけてアドオンを有効にします。はい、大丈夫ですね。左下のメニューを開いて、プリファレンスを自動保存にチェックマークが入っていることを確認して、プリファレンスは一旦閉じます。そして 3D ビューポート上で N のボタンを押して、そうするとアトモスフィアというタブができているので、これをクリックすると、はい、メニューが出てきました。ではアドオン使っていく前に少しだけ設定していきます。右上の表示はレンダーに変えておいて、右のレンダープロパティからレンダーエンジンは今回は EEVEE でもサイクルスでも大丈夫なんですが、自分はサイクルスを使うことが多いのでサイクルスにしておきます。デバイスを CPU から GPU に。サンプリング数も64くらいにしておきます。はい、これで先ほどのアドオンのメニューのフィジカルアトモスフィアという一番上のこれにチェックマークを入れると、はい、早速空が出来上がりました。これで例えば3のローテーションの水平などをいじってみると、はい、太陽の位置が変えられたり、あと垂直を変えてみると、こういった感じで時間帯を変えることもできます。結構お手軽ですよね。はい。で、これは平面に水の揺らぎを表現した設定にしてあるんですが、これで水面に近づいて水平線の方を見てみると、はい、もうこれだけで結構いい感じの絵になってますよね。これで先ほどの垂直の値を変えてみるだけで、はい、こういった感じでいい感じの夕焼けも作れます。あとは例えば太陽の大きさ自体を変えられたり、あと色温度ですね。こういったものも簡単に変えられたり、あとは下の方に行くと、クラウドという項目があるので、ここで雲の感じも変えられたりとか、本当にできることが多いと思います。ちょっと全部の項目は紹介しきれないので、次のアドオン行ってみようと思います。はい、次に紹介するのは、これも同じく空を生成するアドオンで、Pure Sky Pro というアドオンですね。はい、見ていってみると、一つ目に紹介したアドオンと似てはいるんですが、どちらかというとちょっとスッキリしたようなイメージの空になると思います。はい、こういった感じの光の木漏れ日だったり、雲の自然な挙動とか、あと雲のプリセットとかも豊富にあります。では使い方軽く紹介していこうと思います。ブレンダーを立ち上げて、先ほどと同じく編集のプリファレンスからアドオンの項目でインストールしていきます。はい、これですね。これがダウンロードしたアドオンの ZIP ファイルになります。選択してアドオンをインストール。
はい、出てきましたね。Pure Sky。これのチェックマークをオンにして有効にします。はい、大丈夫ですね。プリファレンスは閉じます。同じく 3D ビューポート上で N を押して、右のメニューを出して、ありましたね。PSP となってますが、これが Pure Sky Pro ですね。レンダリングがサイクルスか EV で選べるんですが、今回はサイクルスでいこうと思います。ではこの Pure Sky Pro 6というのをクリックします。はい、そうすると早速環境ができましたね。雲はまだないので追加していきます。このスカイプリセットというのは空の色味ですね。これを例えば01などにして適用のボタンを押すと、はい、空の色が変化します。はい、これは朝日ですね。では最初の00に戻って適用しておきます。で、雲はこのクラウドプリセットというのがあるので、ここの00の雲をクリックして、どういった形の雲かを選択します。では26あたりにしてみましょう。これで適用のボタンを押します。はい、そうするとこういった感じで雲が出てきました。夏の季節に見れるような厚い雲ですね。他の雲も試してみましょう。例えば23番。はい、ちょっとスッキリした雲でこれもいい感じですね。こういった感じでプリセットの数が多いので、そのあたりが便利ですね。あとはフォグのプリセットなんかもあったりするので、簡単に霧を表現できたりもします。これもプリセットから、例えば9番。これで適用をしてみると、はい、結構濃い霧が表現できました。一度このフォグはリセットしておきます。はい、リセットを押すと元の状態に戻れます。あとは下の方に行くと、タイム&データというのがあるので、これで簡単に時間帯を変更できたり、あとすごいのは何年の何日目の空を表現するかというのも設定できたりします。ではまた下の方に行ってアニメートというのがあるので見てみると、ここで雲の動きなどを設定できます。ウィンドプリセットというのがありますね。これをクリックしてみると、はい、いろんな風のプリセットがあるので、例えば3番のコリジョンにしてみましょう。これで適用を押すと、はい、雲のアニメーションを変えることができました。ちょっとプレビューの画面だと見にくかったので、これはレンダリングしたムービーになります。こういった雲の動きも簡単に表現できます。はい、簡単ですが Pure Sky Pro の紹介でした。はい、次に紹介するのは Cloudscape というアドオンで、これも雲などを表現するアドオンになります。こういった雲の上の空の表現だとか、あとはこういった爆発の煙とかも表現できます。で、先ほど紹介した2つのアドオンとちょっと違うところがあって、このアドオンは VDB というファイルを使用します。はい、これはアドオンの紹介のムービーなんですが、こういった感じで様々な雲などの形状が保存されていて、これを呼び出して並べていくような作業になってきます。はい、こういった爆発とかですね。炎とか花火とかもありますね。じゃあ実際に並べていきましょう。ではこれはブレンダーマーケットでクラウドスケープを購入した後の画面ですね。では自分はプロの方を購入したので、これをクリックすると、はい、ダウンロードが始まります。で、ダウンロードが終わると圧縮ファイルがダウンロードされているので、これを解凍していきます。はい、解凍が終わったので、このフォルダの中を見てみると、クラウドスケーププロこの中も見てみると、はい、ブレンダーの新ファイルがあるので、これをダブルクリックして開きます。はい、新ファイルが開けました。見てみると、アセットブラウザが立ち上がっていて、で、この項目を見ていくと、はい、いろいろなプリセットがあります。そして左の 3D ビューポート上では、このアセットブラウザにあるプリセットが並べられています。で、ちょっとこれだと重くなってしまうので、右のアウトライナーから全て表示をオフにしておきます。そしたらこの雲を追加していきましょう。この雲をドラッグ&ドロップして 3D ビューポート上に置きます。点キーのドットで近づいてみると、はい、雲が追加できました。ちょっと変な方向を向いているので回転しておきます。はい、こんな感じですね。ではこれで右上のプレビューをレンダーモードにすると、はい、こういった雲が確認できると思います。で、これは VDB ファイルっていうのが使われてるんですが、要はこういった雲などの形状を記憶したファイルになります。こういった VDB ファイルを使うと、
近くで見た時にも比較的リアルな雲を表現できたりします。はい、では雲以外も見てみましょう。例えばこの爆発ですね。これをドラッグ&ドロップしてみます。こういったリアルな爆発も表現できます。あとは例えばこういった火とか花火とかこういったプリセットがたくさんあります。でも少しだけ欠点があって、このアドオンはサイクルスのレンダーで使うことを想定されているので、この VDB のファイルが重いときは結構強めのグラフィックボードだったりしないとなかなかスムーズに動かないと思います。はい、クラウドスケープの紹介でした。では次はちょっとユニークなアドオンを紹介します。プロシージャルクラウズというアドオンなんですが、こういった感じで群衆を作れます。こういった人のモデルが搭載されていて、いろいろな方法で人を並べることができます。これはコンサート会場の群衆ですね。こういったこともできます。これは街を歩いている群衆ですね。このアドオンのすごいところは、こういった歩きだとか、あとはこういった観戦しているお客さんの動きのアニメーションも含まれてます。こういった感じで簡単に人をたくさん並べることができます。はい、すごいですよね。では購入した後の画面でダウンロードからプロシージャルクラウズの ZIP ファイルをダウンロードします。あとはプロシージャルクラウズのアセットの ZIP ファイルもあるので、これもダウンロードしておきます。ではインストールしていきます。先ほどと同じく編集からプリファレンス、アドオンからインストールで、先ほどダウンロードしたこのアセットじゃない方ですね。これをクリックしてアドオンをインストールします。検索窓でプロシージャルクラウズありましたね。これにチェックマークを入れて有効にしていきます。で、これを開いてみると、この設定のところにセレクトアセットフォルダーというのがあるので、ここのフォルダアイコンから先ほどダウンロードしたこのアセットの ZIP ファイルを解凍しておいて、で、この解凍したファイルの中に入ります。そしてフォルダを開くをクリックして、はい、これで OK ですね。プリファレンスは閉じます。3D ビューポート上で N を押して、右のメニューを出して、そうするとありましたね。プロシージャルクラウズ。このタブからオーディエンスの人のところでクリックしてみます。はい、そうするといろいろな人のタイプがあるので、ひとまずオーディエンスにしておきます。最初からあるオブジェクトなどは消しておきます。そして Add Cloud を押すと、群衆が追加できました。右上の表示はわかりやすいようにマテリアルプレビューにしておきましょう。こういった感じで簡単に群衆を作ることができました。再生してみると、こういった感じで音楽に乗ってる感じですかね。結構激しめな感じですね。はい、ちょっと近づいてみましょう。ちょっとここまで近づくとさすがにあらが目立ちますが、こういった感じで結構引きで使う分には十分ですよね。はい、すごいですよね。じゃあ一旦これをデリートして、他の群衆も追加してみましょう。先ほどのオーディエンスを例えばランダムウォークにしてみましょう。そして先ほどは男性だけだったのでミックスにしてみます。そしてこのアニメーションのところをオーディエンスのアニメーションではなくてウォークのアニメーションにします。これで Add Cloud を押すと、はい、追加されました。再生してみます。こういった感じで歩く群衆のアニメーションも簡単にできました。すごいですよね。じゃあ最後にもう一つ追加していきます。このプリセットからフォローカーブというのをやってみます。3D ビューポート上で Shift の A からカーブのベジエを選択します。タブで編集モードに入って、点キー7で上から見て、一度最初からあるカーブはデリートで削除します。そしてコントロール右クリックでカーブを変えていきます。はい、カーブをかけたらタブでオブジェクトモードに戻って、このカーブが選択された状態でアニメーションはウォークにしておいて Add Cloud を押します。これで再生してみると、先ほどのカーブに沿って人が歩くようになります。すごい便利な使い方ですよね。プロシージャルクラウズの紹介でした。では次に紹介するのはこの AnyTree というアドオンになります。こういった木を作れるアドオンですね。ブレンダーのデフォルトの機能でもこういった木を作れるアドオンって入ってるんですが、この AnyTree だと結構形状とかを柔軟に変えられるので、自分は重宝していてよく使っています。
ではインストールやっていきます。購入後のダウンロードの画面で、この AnyTree の最新のバージョンの ZIP をダウンロードします。ではブレンダーの方に行って、編集からプリファレンス、アドオンのインストールで、今ダウンロードしたこの AnyTree の ZIP を選んで、アドオンをインストール。はい、そしてチェックマークをつけてアドオンを有効にします。プリファレンスは閉じます。3D ビューポート上で N キーを押して、はい、ありましたね。AnyTree のタブがあるので、まずは木の元となる形を簡単に作っていきます。ではこのボックスを簡単に変形していきます。タブで編集モードに入って、面選択モードで面を選択して、E で上に複製して、S で大きくして、こういった操作で簡単に木のような形状を作っていきます。はい、こういった形状を作りました。このオブジェクトに AnyTree を適用していきます。ではこのオブジェクトが選択されている状態で、先ほどの AnyTree の Add a New Shape Tree をクリックします。そうするとこういった感じで木の幹を作成することができました。では表示はわかりやすいように右上からマテリアルプレビューに変えておきます。先ほどのメニューの下のこの Import Leaves と Import Material のボタンを押しておきます。そして右の Modifier Property に行くと AnyTree を編集していけます。このブランチティックネスの数値を変えてみると幹の太さを変えていけます。あとは例えばこのグロースエイジの数値を変えると木の成長具合を変えていけます。とても便利ですよね。では今は木の幹だけなので葉っぱをつけていきたいと思います。この Add Leaves にチェックマークを入れて Leaves Collection A というのがあるので、ここから葉っぱの種類がいろいろあるので、では今回はグリーンリーブスを選んで、そしてこの Mix A&B Leaves という数値を少し下げると、はい、葉っぱが出てきました。少し葉っぱの大きさを小さくしたいので、リーフサイズ A という数値を下げます。はい、こういった感じですね。葉っぱの数をこのリーフカウントで調整して、リーフサイズランダムネスで葉っぱの大きさをランダムにして、こういった感じで葉っぱをつけることができます。では木の幹にテクスチャーをつけていきます。下の方に行って、Enable Materials にチェックマークを入れて、このバークマテリアルから木の幹のマテリアルを選びます。ではこのブラウンバークにしましょう。これで木の幹のマテリアルを設定することができました。はい、ちょっと簡単な説明でしたが、AnyTree を使うとこういった木を生成することができます。はい、次のアドオンはジオスキャッターというアドオンですね。これも自然系のアドオンなんですが、結構広大な地形の木や草を配置するときに便利なアドオンになります。こういった花とか草とか、これは建築系の外観の木や草などに使われてますね。はい、これもそうですね。これはゲームの背景として使われてるみたいですね。では紹介はこのくらいにして実際の使い方やっていきたいと思います。では購入した後の画面でこのジオスキャッターの最新のバージョンの ZIP をダウンロードします。ブレンダーの新ファイルを立ち上げてインストールしていきます。編集のプリファレンス、アドオンのインストールでダウンロードした ZIP ファイルを開きます。出てきましたね。有効にしてプリファレンスは閉じます。同じように 3D ビューポート上で N キーを押すとジオスキャッターのメニューが出てきます。では草などを生やしていこうと思うので、それ用の平面を追加していきます。最初からあるものは消しておきましょう。シフトの A からメッシュの平面。S で少し大きくしておきます。そしてオブジェクトが選択されている状態でコントロール A でスケールを適用しておきます。ではジオスキャッターのメニューに行って、ここのエミッターから発生源をプレーンにします。この平面ですね。そしてこの人のシルエットのところでクリックすると、いろいろな配置のプリセットが出てくるので、では適当なものを選択して、下の方のこのバイオームスキャッターというのを開いて、オープンバイオームスをクリックします。そうすると左の方にプリセットが出てきます。はい、いろいろ見ていくと、こういった草や花、あとは岩とか、あと木などもありますね。では今回はこのフラワーズからこの花を配置していこうと思います。フラワーズガーデン01をクリックすると、
インポートが始まって少し待つと、こういった感じで自動で配置してくれます。このプリセットはもう使わないので閉じておきます。表示を見やすいように仮でライティングしていきます。画面右上の表示はレンダーモードにしておいて、右のレンダープロパティからレンダーエンジンは EB からサイクルスにして、デバイスは GPU に、サンプル数を調整して、ビューポートのデノイズにはチェックを入れておきます。あとは太陽のライティングを追加したいので、右のワールドプロパティからカラーの黄色いところをクリックして待機テクスチャを追加します。強さは 0.3 くらいにしておいて太陽の位置などを調整していきます。はい、こういった感じですね。こういった花が配置されました。ちょっと花に近寄って見てみましょう。結構細かいところも綺麗でクオリティの高い花ですよね。で、先ほどのジオスキャッターのメニューから一つ一つの表示の切り替えとか、あとこの分布でどれくらいの密度で配置するかとか、あとはスケールで大きさを調整したり、いろんな調整ができるところになります。あと、このアドオンのすごいいいところが、風を簡単に追加できるんですよね。下の方に行って、風の項目から乱流にチェックマークを入れます。これで動きを見てみると、こういった感じで簡単に風を追加することができます。乱流のメニューから強さや速度などで風の具合を決められます。で、これは簡単に動画を書き出してみたものになります。こんな短時間でこういった花を作れるっていうのはいいですよね。他にもこういった岩とか、こういった木とかも簡単に作ることができます。ちょっとプリセットの数がいっぱいあるので、今回は省略しますね。はい。では次に紹介するのは、ゴボライトテクスチャーというアドオンになります。このアドオンもすごい便利で、こういった木の影とか、こういった木漏れ日とか、この後ろにある影とかですね、こういったライティングを作成できるアドオンになります。自分もこういった木の影の木漏れ日などを表現したい時などによく使ってますね。では使い方簡単に見ていってみましょう。ダウンロードから最新のバージョンをダウンロードして、これがダウンロードした ZIP ファイルですね。これを解凍します。で、ZIP ファイルを解凍できたら、ブレンダーの新ファイルを立ち上げます。そしたら左上の編集からプリファレンスで、今度は左下のファイルパスからアセットライブラリのプラスのボタンを押して、先ほど解凍したこのフォルダの中に入って、これでアセットライブラリを追加します。ではプリファレンスは閉じます。ではアセットライブラリ用に一つ画面を追加します。画面の右下の端を持って画面を一つ追加して、左上のメニューからエディタータイプをアセットブラウザーにします。そうすると先ほどのゴボがあるので、ここからプリセットを使っていく感じになります。では自分がよく使っているこの木の木漏れ日を追加していきます。で、追加する前に表示はわかりやすいようにレンダープレビューにしておきます。右上からレンダープレビューにして、最初からあるものはすべて消しておきましょう。シフトの A からメッシュの平面を追加して少し大きくしておいて、右のレンダープロパティからレンダーエンジンを EB からサイクルスに変更してデバイスを GPU に。ではこのアニメーテッドリーブスをドラッグ&ドロップで 3D ビューポートに追加していきます。G と Z で少し上に移動すると、こういった感じで木の木漏れ日を追加することができました。再生してみると、こういった感じのアニメーションもすでに追加されているのがわかると思います。そしてこれはもろもろ調節した後ですが、こういった木漏れ日の表現が簡単にできるようになります。そしてこれはレンダリングした動画ですね。ゴボライトテクスチャーとっても便利ですよね。次に紹介するのは HDRI メーカーというこのアドオンですね。HDRI っていうのはこういった光の情報をたくさん持っている画像のことで、この画像だけでこういった感じでライティングすることができます。なんですけど、この画像だけだとこのオブジェクトが宙に浮いているように見えますよね。で、今回紹介するこの HDRI メーカーを使うと、こういった HDRI 画像をこういった感じで地面に設置させることができます。面白いアドオンですよね。
簡単に背景を作りたい時なんかに便利だと思います。では簡単に使い方紹介していきます。まずは購入した後の画面で、ダウンロードから HDRI メーカーの最新バージョンをダウンロードします。そしてライブラリがたくさんありますが、これは 4K のサイズとか 8K とか 16K とかたくさんあるので、今回は小さいサイズのものを一つ試してみたいと思います。では 4K のボリューム1というこれをダウンロードします。そしてブレンダーの新ファイルを立ち上げてインストールしていきます。左上の編集からプリファレンスでアドオンのインストールをクリックしてダウンロードした最新バージョンの ZIP を選択して開きます。出てきましたね。HDRI メーカー。これにチェックマークを入れます。で、これを開くとライブラリを選択してくださいというのが出てくるので、これをクリックしてご自身の都合のいいフォルダを指定します。はい、これで Choose Path。そして下のこの Choose EXA Packs っていうのがあるので、これをクリックして先ほどダウンロードしたこの 4K のボリューム1を選んで Choose EXA Packs を押します。そしてインストールが出てくるのでこれをクリックします。読み込んでますね。少し待ちます。はい、読み込みが完了したのでプリファレンスは閉じます。では HDRI メーカー使っていきます。3D ビューポート上で N キーを押して、はい、HDRI メーカーのタブがあるので、ここのカテゴリーのツールのところにプリセットがいろいろあるので、例えばオープンワールドだと、はい、この画像をクリックすると、はい、いろいろプリセットが出てきます。今回はオープンワールドではなくて、レイルウェイステーションの項目から、はい、画像をクリックして、この線路の画像を使っていきます。これで追加のボタンを押します。追加されたんですが表示されていないだけなので、画面右上からレンダープレビューに切り替えて、はい、出てきましたね。ついでに右のレンダープロパティからレンダーエンジンをサイクルスに変更しておきます。デバイスを GPU に。サンプル数も64とかそのくらいにしておきます。真ん中にあるキューブがまだ宙に浮いてますよね。なので HDRI メーカーのドームのタブからアドドームをクリックします。こうすることでキューブを地面に設置させることができました。キューブは少し上に上げておきます。はい、こういった感じですね。ちょっとカメラを引いてみると、こういった感じになってます。HDRI 画像は今までと同じく360度こうやって囲ってあるんですが、その中にドーム状のオブジェクトを配置して、そこに HDRI 画像を貼り付けてるみたいですね。面白い発想ですよね。試しにライオンのモデルを配置してみました。ちゃんと地面に設置できてますね。こういった背景を簡単に作れるので面白いアドオンですよね。では次に紹介するのはオートリグプロというアドオンになります。このアドオンは使ってる方がすごい多い印象ですね。これはキャラクターのモデルに簡単にしかも効率のいいリグを組むことができるアドオンになってます。こういった動物のリグなんかも簡単に組めるみたいです。では使い方解説していきます。ダウンロードからオートリグプロの最新のバージョンの ZIP をダウンロードします。そしてブレンダーに行って、今回はこのキャラクターを使っていきます。このキャラクターの作り方は以前にこの動画で解説しているので、作ってみたい方はよかったらチェックしてみてください。インストールしていきます。左上の編集からプリファレンスでアドオンのインストールからダウンロードした ZIP ファイルを開きます。はい、出てきましたね。チェックマークを入れます。これで OK なので閉じます。では N キーでメニューを出して一番下にありましたね。オートリグプロ ARP というタブですね。では早速ボンを組んでみようと思います。点キー1で正面から見てオートリグプロスマートというタブを開いて Get Selected Object を押します。フルボディとフェイシャルオンリーっていうのがあるのでフルボディを選択して OK。そうするとアドネックというのが出てくるのでこれを押して首の位置を指定します。はい、左クリックで決定したら次にアドチンというのがあるので顎を設定します。はい、このあたりでアドショルダー、肩を指定します。次にアドリスト、手首ですね。はい、このあたりで次にアドスパインルート、これは腰のあたりですね。はい、このあたりで
次に Add Ankle。これは足首のあたりですね。これで指定できたので、この Go のボタンを押します。少し待つとボーンが組み上がりました。少し設定しただけでこれだけ組んでくれるのはすごいですよね。点キー3で横から見たりして、ボーンの位置を少し調整していきます。G で移動して調整していきます。点キー7で上から見て、はい、リグを調整していきます。はい、位置を調整できたら、Match to Rig というボタンを押します。そうすると、ボーンが専用のアーマチュアに置き換えられました。ワイヤーフレーム表示で見てみると分かりやすいですね。では、これだけだとまだキャラクターに関連付けられてないので、左上のポーズモードをオブジェクトモードにして、キャラクター、アーマチュアの順で選択して、オートリグプロのスキンのメニューからバインドをクリックします。これでアーマチュアを選択して、またポーズモードに戻って、関節を動かしてみると、はい、キャラクターも一緒についてくるのがわかります。ちゃんと関連付けられてますね。これでリギングができました。で、例えばこのミキサモというサイトがあるんですが、このサイトはキャラクターの動きなんかがたくさんあるライブラリで、こういった動きのデータをブレンダーに読み込んで、先ほど作成したリグにこういった感じで適用させることもできます。今回この工程は省略しますね。では最後に紹介するのは、ニッティングジェネレーターアドオンというこのアドオンですね。こういったぬいぐるみなどのモデルを編み物のような質感にできるアドオンになります。結構簡単にできるので、使い方見ていってみましょう。はい、これは購入後の画面で、ニッティングブレンダーという ZIP ファイルがあるので、これの最新バージョンをクリックしてダウンロードします。ではブレンダーの方に行って、このキャラクターを使ってやっていきます。インストールしていきましょう。左上の編集からプリファレンスでアドオンのインストールから先ほどダウンロードした ZIP ファイルを選んでインストール。そしてチェックマークをオンにします。はい、閉じます。3D ビューポート上で N を押してニッティングジェネレーターありましたね。Add ニッティングというボタンがあるのでこれを押します。そうするとこれだけでもうニットの質感になりました。ここに細かさなど変えられる数値があるので調整していきます。はい、ちょっと動作が重いですが頑張って調整していきます。モディファイアプロパティに行くともっと詳細を設定できます。例えばこの Add Secondary Fibers のチェックマークをオンにしてみると、はい、こういった繊維も表現できます。ではもろもろ調整していきます。はい、もろもろ調整してこういった感じになりました。ぬいぐるみ感が増しましたね。簡単にこういったぬいぐるみのような表現ができるようになります。ちなみに先ほど紹介した HDRI メーカーで地面を作ってみると、はい、こういった感じになりました。とっても面白いアドオンですよね。はい、いかがだったでしょうか。さすが有料なだけあって便利なアドオンが多かったですよね。こういった有料のものってもちろん時間をかければ一から構築することもできると思うんですが、いざ仕事とかになると納期もあったりするので、こういったアドオンがあるのは助かりますよね。使うか使わないかに関わらず、あのアドオンがあったなとか精神的な支えにもなってくれると思います。あとはこのアドオンを使えばあんなこともできるかなとか、アドオン発信でアイデアが出てくることもあるので、ブレンダーマーケットを眺めてるだけでも楽しかったりするんですよね。ちなみに今回紹介したアドオンは全て概要欄に載せておくので、よかったらチェックしてみてください。はい、この動画がお役に立てれば嬉しいです。このチャンネルではこういった感じで CG のお役立ち情報を発信しています。この動画が少しでも役に立ったなって思ってもらえたら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。